こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい宮古島から15分の距離にあるのに神に呼ばれないといけない島、大神島の旅をお届けいたします。行ってみるとありえない奇跡のようなことばかりが起き、まさに神秘の大人の穴場旅行先でした。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。自然の神様に愛された島、大神島は沖縄でも有数のパワースポットが集中する島。宮古島から4キロに位置している人口20人以下の小さな島。静かな島なので南国の自然がありのままに残り、シュノーケリングをすれば素晴らしいサンゴたちに出会えます。朝には朝日を、夕方には夕焼けを、夜には月や星を見たこともないくらい近くに感じることができる、まさに自然に原点を体感できる癒しの島。大神島は地元宮古島市でも自然の神様がいる島と言われているそうです。アクセスは宮古島からは定期船を使ってくることができますが、便数は1日たったの4から5往復。離島の離島なので観光客も少ない島。そんな神秘的な島を一緒に楽しみましょう。大神島に行く前は宮古島の旅を楽しみました。普通の宮古島の楽しみ方とは違い、ありえない過ごし方をいたしましたので、ぜひこちらの動画もご覧くださいませ。宮古島の旅の始まりはあいにくの雨だったんですけども、ここから大神島の旅は晴れてくるんでしょうか。ドラマティックな展開を期待します。着きましたね。ここですね。沖尻港に到着しました。大神島にここから行けるみたいで、ここでチケットを買うんですが、いつから買えるの？まだ今3時34分、20分前から販売いたします。早すぎてもダメなんですね。珍しくギリギリじゃなく早く来すぎました。楽しみですね。さあ、小屋さんと別れて、僕こっから一人になります。はい、こっから晴れてくれよ、頼むで。すみません、チケット買いたいんですけど、現金で。はい、往復でチケット買いました。ちょっとスーツケースを持っていくか悩んだんですけど、持っていこうと思ったんで、ちょっとその料金もかかります。楽しみですね。どんな感じの旅になるか。はい、ありがとうございます。ちっちゃいしですね。いつもだったら外なんですけど、帰りを外にしましょう。今日は雨降ってるんで中にします。皆さんいろいろ買ってきてるんですね。何も買ってこず。さあ、出てきました。うわ、めっちゃ雨降ってるやん。やべえ、これは。入島料100円ってなってますね。これをちゃんと払いましょう。はい、でこれがマップになってますね。で、明日は第3便か第4便かで帰ろうかなと思ってるんですけど、こんだけですね。もう今多分ここですね。でこの辺だけ回る感じになるんで、実際1時間もあれば回れるって言ってましたね。でここを僕はあえて泊まってめっちゃディープに過ごしたいと思います。いや、もうすでにいいわ。宮古島人多すぎてなかなかやなと思ったけどいい。
黄色い建物ですか？そう。ああ、ありがとうございます。早速島の人が泊まりだったらあそこだよと。もうこの時間に来てね、船に乗って帰らない人はもう全部泊まりなんで、いい感じですね。もう僕雨にそのまま打たれてますけど、それが気持ちいいですね。もうこのままずっと雨に打たれながら歩くのもいいでしょう、ね、そんなことここじゃないとできないですよ。お食事どころって書いてるな。やっぱりいいところはね、雨降ってもやっぱいいっすね。うわ、あそこの岩場とかめっちゃいいじゃないですか。いいな、このポストもいい。ちゃんとポストがあるんですね。ちゃんとこれ坂道になってて、ここはね20名から30名ぐらいしか住んでないってことなんですけど、なんとこの食堂の目の前が中学校なんですね。でもこの中学校とか小学校はもう廃校になってるみたいですね。もう何もないわ。いや、寂しいことですね、本当に。昔はもっと多くの人が住んでたんでしょうね。大神奥遊食堂、島のガイド、売店、民宿。こんなに人数集められるぐらいの、ね、じゃあ入りましょう。ここで脱いで、ちょっと一旦マットの上で。マットの上でエアコンになります。ありがとうございます。で、食事は隣でできますので、わかりました。7時ぐらいまで頼んでれば大丈夫かなと。わかりました。明日回ろうかなと思ってて。いいですよ。自由に荷物置いてください。いや、いいですね。なかなか素晴らしい。素晴らしいですね。ちゃんとタオルとかドライヤーも用意してくれてて、鏡もねありますし、いや割と清潔ですね。もっとおばあちゃんの家みたいなの想像してましたけど、それなりにちゃんと5年か10年ぐらい前にリフォームしたのかなみたいな綺麗な感じ。このライトもいいですね。いや、原点に帰れる感じやわ。早速いただきます。まだ4時55分ですけどね。取りますよ。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします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 。つまみはみんなつまんでください。それは崎陽軒のシューマイですね。そうなんですか。僕何も手ぶらでいいですね。大変恐縮です。ここおばさんだから。ありがとうございます。うまい。このカーキタコ丼っていうのはタコも取れるんですか、この辺で？タコは取れてたけどね。取れなくなったんですか？なんでかというと、みんなシュノーケルする人が増えすぎて、タコが周りからいなくなってしまう。そうなんですか。なるほどな。じゃあ増えてるんですか、観光客？これは11年前に戻ってきたんだけど、あんまりなかったわけ。そうか、今の宮古島ブームが結局ここにも来させるんか。石垣島とかもそうっすもんね。これか。1500円。安っ。いや、僕もじゃあ出しますよ。ボトルおろしました。眠ってるかもよ。あそこの台湾で売ってるんですか？らしいですよ。噂に言うとね。噂だけど。その神が宿るみたいな感じで言ってるのもなんでなんですか？神が宿るで、こういうおばあちゃん神様の行事があるわけね。ここで。そう。みんなあったんだよ。カリバタ作り島尻作りもこういう行事がありました。多分みんなあったはず。それがなくなってここは残ってるっていう。そう。
去年までずっとやって、でも今年ができなくなったよ。今年からできなかった。なんでなんで？おばあが死んじゃった。やってないの？今年からできなくなっ誰も継ぐ人いなかったの？た。次げない。え？誰も次げない。だって平均80歳でしょ。もう一気に人口減る可能性あるじゃないですか。だから一気に、まあ自分がいるからまだ大丈夫だけど、一番若い人で何歳？自分が57だけど、 57の方が一番若いですか？それは30年したら俺もいないからな。大丈夫。うちら20年後にはもうドローンで飛べるようになるから、20年後には。船いらない。あ、なるほど。ドローンでこう来るみたいな。なるほど。進歩早いからね。そりゃそうですよ。まあそれはなりそうですよね。いや、インターネットさえ繋がっては僕も全然ここ全然。カニこれこれが全部ここで見つけたやつですか？すごいなこれ。青。何これ？これは塩招きという感じですね。塩招き。塩招きカニ。赤。めっちゃ赤い。うわ、いろんな種類いるんですね。同じ種類ですね。同じ種類なんですか？がこんなに色違うんですか？これなんでこんな色違うんですか？焼くものによって違うのかな。そういうこと。すごい。めっちゃ降ってきた。おい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 、めっちゃ降ってきたやんけ。土砂降りや。でもこんだけ土砂降りが降ったということは明日は晴れるということみたいですね。いやー、今日はねもう飲むだけなんで今のうちに振っといてくださいよ。超バカでしょ？あ、うまっ。ちょっとこちら。天然というか、これは身がだから。あ、いろいろ売ってますね。あ、もずくうどんとか売ってる。これ非売品。これは売ってるんか。値段の設定だけどね。うまっ。タコの燻製。タコうまいよね。うまい。あ、うまい。タコ燻製してるんや。なるほどな、確かに燻製。うまい。野菜。の中でいっぱい釣りに来て野宿するいっぱい。ああ、野宿するんですか。それでね。健全な形でなんか伸ばしたいですね。ちゃんとここで泊まって食べてくださいと。これはうまい。もずく。海の家これ食べて懐かしいさ、あれ。ああ、もずくもうまっ。もともと海賊が住んでたけど、その他の海賊に海賊が住んでたわけです。あ、もともと島の住民が住んでたわけ。ああ、そうです。これはね、海賊の滅ぼまれしまったから、もしかしたら海賊がその居すぎた、ついてるかもしれない。結構いたんですよね、人数その前ね。だから分かあ、そうなんですか。あ、分からんけどいっぱいいたと。だから大江の歴史は300年、これ海賊が襲われた後の歴史だからね。なるほど。前の歴史は分からない。なるほど。海賊も触れた前は分からんみたいな。津波もあったじゃないですか。だからこれは津波はだから令和の津波ってあるんだけど、はいはい、ここでその後にだからその前になのか分からんけど抑えてるから歴史がないの。あ、何も残ってないっていうことか。日の出見えるのは日の出。日の出だから見えないでしょ。分からんけど見えるかもしれない。まさかの何%かな。見に行きますか。でも朝6時前って。おはようございます。今朝のね5時36分です。おお、なんと天気めっちゃ良くなってる。来ましたね。
いい朝日が見れそうですね。おお、いい感じ。ああ、この岩も美しいな。うわあ、でもなんかすごいな、この辺の景色。なんか洞窟みたいのもあるし、この岩もなんかすごい。ああ、美しい。大神島多目的広場っていうのもありますね。でも昨日ね話した感じだと平均年齢が80歳ね、一番若い方で57歳。いやー、ちょっとねいろいろ考えますよね。18人しかいないですからね。もう本当にちゃんとこう移住者とか受け入れていかないと、この大神島には誰も住む人がいないみたいなことになりかねないぐらいですね。こんなに美しい場所がね、ちょっとそこの先の宮古島はあんなにバブルになってるのに全然違いますよ。晴れました、晴れました。最高っすね。ここでね今日シュノーケルしたいと思うんですけど、今は潮がね引いてるので11時か10時ぐらいですかね。潮が満ちた時にここで泳いでみたいと思います。青いカニ発見。すげえ、ヤシガニなんかでかい。道路もねちゃんとこう整備されてるんですけど、なんか途中までしかできてないみたいですね。この先に岩があるとか。なんか車が捨てられてる。もうこの車の所有者もいないんですかね。いろいろ考えさせられますね。お、またでかいカニが。カニの大きさがでかいですね。ここでかっ。お、でか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 い。カニでかっ。すごいな。ヤシガニもいた。おお、この辺カニめっちゃおるな。動かねえな。なんかガサ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 いろんな生き物いますね。いろんな種類の。あ、ここにもカニがいますね。カニマニアにとってはすごい島ですね。これがお墓ですね。本当に住めそうなぐらい大きい。でこの大きいのはなぜかというと、もともとはなんか棺を納めないといけなかったらしくて、そのためにこういう広さになってるみたいですね。今はそういうことをしてないんで、ここまでの広さは本当は必要ないですけどね。また何かいるぞ。またカニがいっぱい。カニおるな。貝殻がいっぱいある。これはどういうことや。カニが食べたんか。ここも綺麗なね、ビーチというかそういうとこですけど、やっぱ漂着ゴミが多いですね。ど
こから流れてきてるんかわからないですけどね。中国とか韓国とかから流れてきてるんかもしれないですね。多良間島もそうでしたよね。うわうわうわ、めっちゃ流れてきてる。ああ、やっぱそうですね。やっぱ中国語とか書いてますね。いやー、これが現実ですね。皆さんもここにもしね、旅される際はなんか一つでも持って帰るみたいなことをすると、みんながやればなくなるんじゃないですかね。いやーね、本当美しい、穏やかな、透明度高いですね。毛馬大橋も見えてますね。おいおいおい、百合ヶ浜みたいなとこあるやん。与論島の百合ヶ浜みたいなのが出てる。パラオのミルキーウェイみたいな。すごいっすね。これもっとね、潮引いてくると出てくるそうですよ。これは素晴らしい。1時間半歩いてるんですか。ここはもうずっと往復されてるんですか。毎日1時間半。僕より健康的やな。当時だから昨日飛び出ている岩が、雨が出る。あ、亀出てくるんですか。海がね。あ、見事。満潮の時にね、潮が引いてるから。こっち引いてるから。あれ、アダン。あだ、いた時は食べ物がないからよく食べてた。美味しくないの？美味しくない。ここもなんか秘密基地みたいになってる。見た目美味しそうじゃん。お、なんか海水が流れ込んでる、こっちに。ここも美しいですね。なんかいろんな島行きましたけども、こういう景色はあんまり見てない気がするな。ああ、これはいいね。なんでこれは水をここに取り入れるようにしたんやろう。そんな感じ、本当に岩の感じがすごいですね。ここは芸術みたい。これもすごい美しい。ここも綺麗ですね。本土だったらここだけでも景勝地になりそうな、そんな場所ですね。でもこの島では名もなき場所ですね。ああ、この岩もすごいですね。でこの辺は満潮になるとウミガメもやってくると。ああ、透明度もすごいな。今日シュノーケル楽しみやな。おお、この岩がすごい神秘的。ここもなんか本当湖みたい。ああ、綺麗。カニがめっちゃいる。いやー、いいっすね。すごい、ここなんかめっちゃ岩が崩れ落ちてる。ここの先もね、道路をなんか作ろうとして、この岩がどうしても邪魔でなんか崩そうとしたらしいんですけど、なんかまあ死者が出たりしたみたいで、それは神のたたりだということで取りやめになったみたいな話もあるそうですよ。神様はこれ以上の道路はね作るなと。あれ、機械が壊れたりしたんですか。はあ、不思議と機械が壊れたりしたみたいですね。予算が全部違ってはいはいはい。できなくなる。あこれは
台風であ、これ台風で。ボンとこう圧力でバーンと弾いてからここにうねりで寄せられてる。は下が空洞になってあ。下からの圧力でなるほ割れてど。もう台風でこれはなったみたいですよ。すごいでしょ。ここからのうねりが台風の時すごいからあよ。あ。へえ。の時だけよ。ああ、なるほど。大潮。こっちを止まったから出ないけどはいはい。大潮の時はここあれ。みたいになるよ。へえ。全部陸みたいになるみたいですね。大潮の時は。折れそうっすね。この下っ側がね細くなってますけど、あの3つ目だけ細くなってないじゃないですか。あれポキッと折れて落ちたみたいですね。だからこれももうだいぶ細くなってるんで折れそうっすね。これが落ちてるからヤドカリなんかが葉っぱを食べてあ葉っぱが実を食べになんかあ。あ、ヤドカリも折れ。食べる。だからここにいっぱいいるんだ。これねあ、ヤシャガニ動いているやん。さっき動いてなかった。実があると全部落ちてあるからでもヤドカリおお。これを取って自分たちはまた魚取る黒の部分だけ割ってからさ餌にする。へえ。そのヤドカリを？あの金がおかがでさいっぱいいっぱいいるよ。あの穴が掘られているものは全部これの家。へえ。これは畑ももうつぶつぐらいそうなんだ。バイクの音は。穴を掘お。おはようございます。どこに行こうとしてるの？ってあれは何か大きい魚見えないかなと思ってパトロール毎朝パトローあ、パトロールしてるんですか？ルキャプったりでおったら虹持ってきてはするわ。それねここにもみんな入ってきたここがえこの穴にみんな穴があいるああ、おるおるおる。おお、爪見えてるやん。隠れてないぞ。見えてるぞ。ここ神様いるの？あお金が置いてあってそうそう神様お酒が置いてあってよ。そうここはね今も1年に1回ここで56人集まってへえ。昔はグスクベって向こうの出稼ぎうん。だからお父さんなんかも出稼ぎ行って15日とこって向こうで漁をしてそれをお金に変えて書いてくれるんだ戻ってきてたわけ。そういう感謝の気持ち安全公開をしてて向こうでみんなお祈りしていた。それで今はもうでここでお祈りして。ここから向こうに感謝の気持ちを伝えて向こうの神様だからここも神様の通る道だから割りなさいって言って神様が怒ってるって言ってこっちは割ったの。へえ。ここ終わった。こっちよここまっすぐのところがああ、だからここ割れてるんですか。ああ、なるほど。なるほど。後からはへえ。これが神様の通り道。なるほどな。ちょうどこっからとんでもあるこうつながってるんですと思うけど不思議だよ血を塞ぐなとね。なるほど。言ってると言って役所合事してあるから役所にお願いしてこんなにおばあたちが言ってるから割ろうねって OK もらってから割った神様の石。へえ。9つあるんですか。そうみたいから前の方にねへえ。これも神様の石みたいですね。よかった。たまたま現地の方と出会えていろいろ聞けるからこんなことがね分かるんですね。運がいい。しかもウォーキングも強制的にすることになり健康的だ。あの岩も神様の石。これも神様の石。そうみたいの上にある石でしょ。どこ一番てっぺんにあれは石が一番てっぺんになる。一番てっぺんも神様の石と。
一つはここのあっちの木がこう下の方で盛り上がっている部分があるでしょ。これは石に生えているわけよ。はい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 。へえ。ここから見えるのは後ぼたずっと遠目だからこう傾斜があって向こうからちょこっと行ったところに3つある。大亀からは石は持っていかない。まあかかる人にはかかるかもしれない。これ来た時葉っぱいっぱいいたよ。呪いがちょっとやめてそう。いや人により記事だからね。こればっかりは何とも言わない。呪いは。おい何あれ？詐欺？お、あ、これがいっぱい来るよね。はい、ここはなんかそのイベントみたいなのあるんですか？ここは海だったわけよ。海？海？あっちの絶壁の下まで。そうなんや。ずーっと、ね、もともとは。もともと海だから池も橋を根っこね柱の部分掘るから。はい。全部。埋め立てなんですかここ？埋め立てたら。そうなんや。魚がいっぱいいるところだったのへで。亀もいっぱい向こうら辺でも産卵するところだったけど。そうなんや。来てみたら僕たちも沖縄にいるから気づかんうちに。気づかんうちにここができてたんですか？橋を作ってるので。は埋め立ててあったから埋め立てて半分汚かったわけよ。みんな汚いのもここに持っておいた。役所にお願いした。あなたがこんなに人の島を汚くしてまずいんじゃないって言って怒ったから講演してくれた。なるほどな。だけど狩るのに大変。逆に。政治をする。なるほど。そうなんや。ここは役所の土地だからね、お店になるから。なるほどな。お金もかけてないから文句言ってお金ももらうようにして、掃除した分。そこは仕事になってるわけ。工賃ぐらいは出すようにして、区長の手当もみんな出せるようにやってはいる。いやー考えさせられますね。池間大橋を作るのに削った分ここに持ってきたってこと。あんなね観光スポットみたいになってるけど。ここに来てる影もあるから、ここのエリアで全部泳ぐ。人割れてもこの中は泳げるから。泳げるんですか。みんなカバーしてるから。大体泳げるから。ここで泳いで、またここに来て休憩してまた泳いでて。シャワーとかはあるんですかここ？シャワーは何か。水道がある。あれで今はバルブ閉めておいた。漏れていて。言ってたな昨日。真ん中ぐらいでこうさーっと地下に漏れてるみたいで。これトイレ？そう。だから昨日役所と行って喧嘩して。役所の方だからね。緊急でやってくれお願いだけど市長と予約しとっといて。市長のところまで行ってきたけおとついは。なるほど。下っ腹にすぐやれっていやそういうの動かんからさ、市長まで行かせて何回行っても期間からまたは領収書を書いて、市長まで多目的広場。本当や海岸埋め立てて作った。こんな感じだったわ。ここまで。ここはこの斜めの部分が感じだった。なるほどな。で魚もよく取れてたと。魚も20年前なんや。あれ丸いのがあるでしょ。あれは石炭を掘ってあったの。油がいっぱい出ていて。そうなんですか。石炭があるんじゃないかとこう掘った跡がねいくつも防空壕みたいな。もう小さいから戦争の逃げた防空壕と考えてたけど、大人になって聞いたらそうじゃなくて。違うかったんですか。石炭があるか探してたみたいな。財宝もなんか。財宝は別の話。海賊のね。どれぐらいの大きさ食べれるの？ヤドカリが登っとったかも。誰か食べてるじゃないですか。これヤドカリが好きよ。ヤドカリじゃない。ヤシガニ。ヤシガニが食べてるんですか。かじったとこ上の方にあるから、ヤシガニが登ってかじって。ヤシガニ登ってるんですか。登るよ。ヤシガニがちぎってこれ落としてるんですか。落としてヤドカリがこれを食べて両方で。すごいな。ヤシガニ優秀やな。夜になったらこれを食べに
またヤシガニが来るわ。ヤシガニはもう夜行性だからそうっすよね。夜は出ないよ、夜はいっぱい出るはずよ、雨が降った後。はい。あ、これドラゴンフルーツですか。そうそう、これがドラゴンちぎりすぎてダメ。アロエっぽいじゃないですか。剪定しないからあ、歌木があるんですか、ここここ。はいけない。でもう行けなくなってる。いけないってもう行っちゃダメってこと行っちゃダメっていうあ、そういうことか。少しおお。大神にゃんこいるじゃないですか。餌待ってるんだ。あ、いっぱいいるじゃないですか。おお。餌持ってんの？これ誰か住んでるんですか。私の家。あ、そうなんですか。今そのおばあさんはあと何人ぐらいいらっしゃるんですか。5人か。あ、5人ですか。でみんなご高齢なんですか。みんな90歳以上あ、90歳以上になってるんですか。ああ、それやったら本当にもボスが去年亡くなったり、うなんかそれで行事がなんかできなくそうそう、なったみたいな。公園の中で誰かしてるか、壁の人だからもう難しいのよ。ああ、私はタッチしないわけ。なるほど。ここはおばあたちの社会はいはい。があるから。ああ、そういう感じなんですね。あとはクッションマークがいっぱいあったら床物知りのところに行って習って来ているわここにユタっているの？け。いないからそういうところに行って習ってくるわ宮古島にいるんけ。だ。床のところへへやりたい人持っても神様が選ばってできえ。る。神行事に携わる人、自分の家内もそうだけど、僕の家内はもうみんな声は聞く。家の会話してコーラいただいちゃいました。沖縄に持って行ってで帰とか誕生日とか忘れちゃうんだよ。おい。なんで逃げんねん。井戸ありますね。井戸もう使われてない井戸かな。蜘蛛の巣張ってますね。やった、カートに乗せてもらえる。おお、またにゃんこいる。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。あれはね、この木でタコ、そうこもだけ。タコを燻製するんや。あ、昨日食べたやつか。僕はこうしてありがとうございます。家に上がり込んで。いただきます。うん。豆腐がめっちゃ入ってる。卵焼きもお父さんが料理してるんですか。すごいな。80歳やのにすごいやん。ちょっと希望を持てますね。僕も80歳になってもあれぐらいやれるっす。いやでも本当におばあさんがもう5人しかいなくて90歳以上ということはもう本当この 5年以内ぐらいの話っすよね。いや初めてですね。僕なんか奄美で与路島って言って50人の島行った時もちょっとそういう存続どうなんやろうと思ってたけど、でもまだそこは子供も5人ぐらいいて、一応学校もまだ
稼働してるんですよ。ここはもうね学校も潰れてるし、もうほんとやばいっすね。下手したらもう5年以内みたいな話っすよね。いや全然もう景色が違いますね、昨日と。美しい。昨日の夜とね朝はほとんど人がいなかったんですけども、やっぱり船が来るたびに人が増えてきてますね。1便でもう30人ぐらい来たんで、2便ではもっと来るかもしれないですね。僕が帰ろうと思ってる1時の便はもしかしたらいっぱいで乗れなくなる可能性も出てきましたね。やっぱり宮古島バブルからこう日帰りで来る人は結構いるみたいですね。でもやっぱね朝の一人の時間とかめちゃくちゃ良かったんで、泊まりおすすめですよ。うわめっちゃ綺麗やな、半端ないやんこれ。さあちょっと上まで歩いていきましょう。今度はガイドがないんでね、もう自分が見たままの感じでいきたいと思います。いやー昨日はねあんなに土砂降りの雨やったのに見違えますね。最高です。これコミュニティセンターってなってますよ。何これ、魚雷で、ちょっとね小耳に挟んだ話で気をつけないといけないのが、やっぱりこの大神島って、神の島っていうところでいろいろとそれを利用してね儲けようとしてる人がいるらしいんですよ。例えばね大神島で満月の日に取った塩みたいな感じで売ってる人とかがいて、実際そんな塩なんて取ってないんですよ。どっか普通の塩をそうやって大神島の塩ですって言って販売しちゃってる人がいるらしいんですよ。恐ろしいです。ここもなんか行けそうだよな。だから気をつけてください。安易にね大神島って書いているからここのやつやって言って高いお金払わないように気をつけてくださいね。何でも安易にねマーケティング活動に乗っかってはいけないということですね。そんなことも教えてくれるんですね。僕も本業はネット販売してる会社さんのねコンサルをしたりするので、いい加減な商品売ってるところの仕事は受けないようにしてるんですよ。本当にやっぱりいい商品を扱ってるっていうところをやるようにしてるんでね。こんなところに布団を干したりしてるんや。ワンちゃんがいる。ここもなんか畳の道があるけど気になるな、勝手に入っていいのかダメなのかも分かんないですね。にゃんこが戯れてるじゃないですか。日向ぼっこですか。めっちゃいるやん。なんかお坊さんの声が聞こえる。これどっちや。こっちか。こっちから行くみたい。結構車もありますね。にゃんこいいっすね、この手作り感。こうやってサンゴが積まれてるところもあるんですね。でこの島もサンゴが隆起してできた島になるので、なんかやっぱ水が取りづらいし、今水道水で出る水もやっぱ石灰が混じってるんでウォシュレットとかはやっぱできないですよね。ここがさっきお邪魔した家ですね。ここまで来ました。意外とすぐだったな。でここでここはねやっぱ神の島ということで、基本的に神の場所っていうのは撮影もダメなんですけど、どこが神の島かっていうことすら教えてもらえないんですよ。それを言っちゃうと、そこに行く人は増えるからということみたいですね。であとはドローン撮影なんかも禁止してると。やっぱりこう空中に上がって神の領域が見えちゃうと良くないということで、ドローン撮影も禁止となっております。なので僕も上空からね綺麗な海撮りたかったんですけど、ちょっと難しいということですね。でその神の行事をする、おばあ様方が今5人ご存命でいらっしゃるみたいで、もうみんな90歳以上
ということで、本当に継承の問題とかいろいろ出てきてます。でその一番偉いおばあさんが去年お亡くなりになったそうで、その神の行事も今年はできてないということですね。誰が指揮取るんやということでね。はい、これ塩味台入り口行きます。鎮座する巨石は、奇跡の岩であり、なんかいろいろ書いてます。上見て、上に行ってから行きましょう。すでに誰かが行ってるな。こんにちは。こんにちは。いやすごい。この階段もかなりちょっと手作り感があって木なんでね、いつ崩れるかわかんない。だからこの上まで上がれるのも今だけかもしれません。いや、それ以前にね、おばあ様がいなくなってしまえばこの島のあり方も変わりますね。じゃあなかなかやぞこれ。どこまで上がるんや。島旅すると必ずこういうシーンがあるような気が。まだかよ。体力つけないといけない。こんなところになんかポストとかもありますね。すごい。観光客は結構いるかも。めっちゃ観光客いる。めっちゃ観光客。いつまでたっても観光客がいなくならないんで撤収しました。時間がないです。でなんか、ツアーしてる人の話も聞いてて、僕の印象ですけど、結構ね、何が真実かわからんなと思いました。いろんな人が多分いろんな言い伝えだったりとか勝手に作り出したようなものもあったりとかして、こんにちは。じゃあみんなもう帰ったらお、ワンコいるじゃないですか。お、以上。おー、めっちゃ綺麗。何人かね泳いでますけど、すげえキラキラやな。ちゃんとこのマスクだけは持ってきてるんで、ちょっと足ひれがねないので、はい、でも完全武装でいます。ちょっと滑らないように。おー、冷てー。おー、気持ちいい。いい感じですね。気持ちちょっと冷たいけど、でもちょうど暑いですからね今。だいぶ向こうの方まで行ってようやくいい感じになりそうですね。めっちゃ透明度高い。昨日あんだけ雨降ってたのにこの透明度やったら、最高の時やったら本当にいいと思います。うわ、冷て。あ、こう行ってこう。 OK です。冷て。冷た。いやー、最高っすねこれ。うわ、冷て。冷た。じゃあ行ってみましょうかね。透明度がねすごく高くて、サンゴも生きてますね。美しいです。素晴らしいです。
いや美しいですね。すごい。それではここからはね、音楽も消しますので、実際に自分が泳いでみた気分でご覧くださいませ。この辺りからね、青いサンゴ礁が見えてまいります。いや本当にね、素晴らしい景色なんで、ここからはじっくりとその景色をお楽しみくださいませ。船が来た。やっぱ人寄ってますね。行って最後岩で膝をちょっとやらかしましたね。でもこのラッシュガードほんまに来ててよかった。手袋とかもねしてたんで万全にしててよかったです。やっぱ年取るとね、そういう対策もしとかないといけないですね。むき出しでいたら多分もっとひどいことになってた。よかった。こっちに穴があって入れるみたいです。ここに入れるみたいですよ。おお、綺麗ですね。
朝はあんなにねカニがいたりしたんですけど、この時間になると全然いないですね。この時間っていうのは、今11時40分ですね。はい、あと1時間半ぐらいですかねで帰ることになります。あれが池間大橋ですね。でも池間大橋を作った、せいでというかね、それで、ここの島の面積やらが変わり、潮の状況も変わったと。ここのね広さも昔はもっとあったということですね。いろいろ考えさせられますね。おお、半端ないなこの綺麗さ。美しい。ここも素晴らしいですね。あ、こっちはカニがおる。いやー素晴らしいっすね。昨日の雨何やったんやねん。全然ちゃうやんけ。楽園っすね。現地の人が言うにはこの辺りに亀が出てくるということで、亀が出てきたら一緒に泳ぎたいですね。うわー、岩の間とか通りた。おお、神がくり抜かれてる。何しよう。ウミガメはどこにいるんですかね。もうそろそろ出てきてもいいと思うんですけどね、なかなか出てきませんね。しかし美しい。自分が神に降臨したかのようなね、そんな空気すら、感じさせますね。でここからね泳ぐこともできるかもしれませんけども、絶対ここ滑るやつやんけ。絶対40代のおっさんは怪我するやつですね。これはやばいですよ、半端ないなこれは。ここに階段がありますが、これはちょっと死にますね。岩に頭打ちつけて死んでしまいますね。これはなんか本当に大潮の時年に数回しか通れない道みたいですね。宮古そばいただきます。うまみシーンを追加しました。いただきます。あっさりでうまい。ラーメンに近い味付けなのかな。でも今青いサンゴが残ってるとこって日本でもあんまりないですよね。僕いろいろ島回ってるけど、あそこまで青いのは見たことがないかこう畑みたいに、はいブルーならブルー、紫なら紫って集団で ありましたよ、はい、だけどなんか緑もありますね。緑、はい、こういうのあったんだけど、これが全滅し、やっぱ日本各地で全滅していってるんですかね。やっぱそれはその温暖化やったりとかですか。台風が来ない時がうねりがあって、掃除しないとよ。泥がつくと、ダメ。なんかやっぱ台風があった方がいいって聞きますね。
サップだとちょっときついけど。40分から45分ぐらいしかかからない。いかがでしたでしょうか。大神島、神の島と言われる島、皆様にはどのように映ったでしょうか。昨日はね、本当に信じられないぐらい雨がね降ってて、どうなることかと思いましたが、終わってみればやはり最高の島でしたね。そしてすごく考えさせられる島でした。やっぱ人口が18人、ホームページではねまだ30人とか20人台みたいなことを書いてますけど、実際に現地の人に聞くともう18人と、平均年齢がなんと80歳。そしてここの、神の行事をする一番上の方ももう亡くなってしまって、その神の行事も今年からできないと。そしてそれを継承しているというか、それをやってるおばあ様方も今5人いらっしゃって、全員90歳以上と。どういう表現をしたらいいかわからないですけど、本当にこの島が無人島になる可能性がもう本当に具体的に見えてる、そんな島だなと思いました。それなのになくしてはいけない、そういう空気を持った島で、これからねどういうふうに移住者を受け入れていくとかね、おばあさん5人がいる間はそのやっぱ神の行事とかもあって、なかなか移住者の方を受け入れられないみたいな話になってるみたいなんですけど、そうは言ってられない状況でもありますので、これからどうなるか僕も見届けたいなと思います。そしてね、観光客はやっぱり宮古島がバブルになってることですごくたくさんの方がね来てらっしゃるんですけど、実際そしたらここに何かこうプラスになってるのかというと、正直僕はあまりなってないんじゃないかなと思うんですよ。これは僕が感じたことなんで間違ってるかもしれないですけど、実際に船の料金払って、船代で多少利益が出てると仮定して、そこでの利益と、ここに来島した時に100円ライトの時にお金払ったと思うんですけど、そのお金しか基本的にお金を落としてないので、もうちょっとなんかね、来たからにはなんかお金を落とすとか、必ず落ちてるゴミを持って帰ってくださいとか、なんかそういったね、せっかく観光客が増えてることをプラスにしてほしいなっていう感じはしましたね。このままでは本当に誰もいない島にただただ観光客が来て見てみたいな、誰がここメンテするねんみたいな感じになりかねないかなっていうふうにちょっと思いました。僕はね考えなくてもしっかりこう市の方だったりとかがいろいろ対策考えてるかもしれないですけど、ちょっとねそういう空気を感じた島は僕が今まで行った島の中では、初めてでしたね。あと一つ学べたことは、これ旅は自己投資としてね学べたことは、真面目に話すと、やっぱりねああいう雨が降ったりするともう最悪やみたいなね感じで思いがちなんですけど、これも捉え方次第かなと思ってて、何か自分の人生で大雨が降るようなね悪いことがあった時に、なんで私はいつもこういう時にこうなるんやみたいな風に考えるのか、次の日良くなるから、その演出だなみたいな、そのためのちょっとこう試練だなみたいな感じで考えるのと大きく捉え方変わってくると思うんですよ。で僕は昨日の雨は明日多分晴れるからドラマティックになるなってずっと思ってました、そうなったら結果的にこういう風に晴れになると。でこれでもしかしたらまた雨になるかもしれないですよ。それは実際そうなるかもしれないですけど、そうなったらそうなったでまた違う方向で前向きに考えればいいと思いますし、やっぱ何事もねこう前向きに考えることが大事だなと思いました。僕も今日で自分のね会社が10年目に突入ということで、その10年目の記念する日をこの大神島で迎えられたことをすごく嬉しく思いますし、今日はなんとすごいいい日が重なってる、大安とかね、なんとか流日みたいなあるじゃないですか、なんとか何枚倍日みたいな、ちょっと全然忘れましたけど、それとかね沖縄の独立記念日とかも重なってて、もういろんないい日が重なってて、そんなん別に狙ってきたわけじゃないですけど、偶然こういうことが起こるのもやっぱり普段こう前向きに考えてたりすることが非常に大事なのかなと思います。皆さんいろいろあると思いますよ。本当になんか仕事がもうなんで私だけこんな残業しないといけないとか、子育てしてもなんで私だけこんな苦しい目にしないといけないとか、親の介護してたりとかするとなんで私だけこんな目に遭わないといけないみたいな、そういうメッセージも結構いただきます。でもやっぱり前向きに考えてほしいし、逆に自分の人生にとってそれが必要だからそういうことが起こってるんじゃないかなと僕は思います。だから逆にマイナスに考えてると、やっぱずっとそういうことをやっぱ引き寄せたりするし、普通だったらプラスに考えるようなことすらやっぱマイナスに捉えて、どんどん自分が疲弊してしまうんで、それは皆さんね避けていただきたいなと思います。そんなメッセージをね伝えられたらと思います。本当に最高の島でしたね。
地元の方にいろいろお話伺ったりとかしてね。でやっぱ宿泊いいっすね。宿泊しなかったらやっぱり観光客がいっぱい来る間しかやっぱここに滞在できないですし、朝日を見たりとか早朝の散歩とかがめっちゃ良かったです。誰もいないしカニとかもこういろいろね動いてたりとかしておすすめです。ぜひね、ちょっと宿泊は2組しかねできないですけど、なんとかそこの枠をゲットして泊まってみてほしいですね。いや最高でした。いつもやったらここでね、ああもう時間がとかって言うんですけど、まだまだ実は時間があります。だからね、ないやん。あとじゃああるわ、あと40分あるわ。1時15分の船かと思ってたら1時45分でした。また時間勘違いしてました。めっちゃ僕の水着干してます。あ、それとあと1個、もう船が行ってしまったな。僕が青いサンゴを見たとこがちょうどね、なんかシュノーケリングツアーで行ってるとこまで僕泳いでたみたいで、だから自力でも行けなくはない。そのシュノーケリングツアーに申し込まなくても自力で行けなくはないんですけど、結構しんどかったです。結構体力を使いました。だからやっぱり泳ぎがそんなに得意じゃない人はやっぱシュノーケリングツアーに頼んで、青いサンゴその目で見てもらえたらなと思います。でもある程度ね慣れてる方だったりとかだと絶対に行けない場所じゃないと。今指さしてるところね、この辺ですね、この辺りちょっと青くなってるところがあると思うんですけど、あの辺まで泳いでいけば見ることができます。ね、実際動画見てるとどの辺まで泳いでいってるんかっていうところが分かりにくいかもしれないですけど、意外と行ってます。結構頑張って泳いでます。はい、なので簡単にねいけるんじゃないかなって思って同じように行ったら全然ないやないかみたいな感じになるかもしれないですけど、あそこにね泳いでる方いますけども、あれよりもだいぶ先です。だいぶ先です。で結構行きはいいんですけど帰りは波がねあるのでちょっと帰りはしんどかったです。足ひれとかねないとちょっとしんどいかなと思います。僕は今回ねちょっと足ひれなしでやってたんで、いや誰か立ってると思ったらあれ違うな岩かなんかでした。はい、あれですね、あの辺りですね。あの辺り、全然行けなくはなかったですし、素晴らしい。あそこら辺泳いでる人いますね。それにしてもね素晴らしい漁港です。素晴らしい。あとねちょっと気になったのが、これ言っていいんか分かんないですけど、なんかいろんな人がここを紹介するみたいな感じで連れて行ってた感じがするんですよ。ここはこういう島なんだよみたいな。でもなんか横で聞いてると結構ねその言ってる内容が人によってバラバラだったりとか、なんかの YouTube で見たんかわかんないですけど、情報が割とちぐはぐな感じがしました。だからもうすでに本当にこの話が正しいみたいなのがもしかしたらなかったりするんかなって思ったりもします。いろんな説があったりするんかなみたいな。だから勝手に大神島の名前を使って商品を売り出したりする人なんかもいるんかなっていう感じがしました。それ気をつけないといけないですね。だから僕たちが自分自身の自己責任でその情報の精査をしていかないといけない時代っていうことですね。そんなことも教えてくれるんですね。この大神島の旅はまさに旅ですね。本当に気をつけてください。いろんな情報があります。ましてや伝えていくおばあさんたちが亡くなってしまえばどんどん勝手な話が作られる可能性もあります。そこだけは気をつけてくださいと思いました。かき氷いっちゃいましょう。めっちゃいる。ありがとうございます。いやーもう時間がね余って何もすることなかったんでかき氷頼みました。でかき氷頼むともうあと20分しかないっていうやべえみたいな。いただきます。うまっ。最高。結構後ろでねいろんな離島の話してるんですけど、僕がもう動画出してるとこばっかりなんですよ。それはね気づかれません。まだまだ頑張らんといかんな。ありがとう。オープン食堂。結構な人数乗りますね。50人乗りって聞いてるから乗れるんかな。ウカンカリウス
りがとう。俺チケット出さんけど出さなくてええの？席が空いておらず立つことになりました。どんな展開が待ってるんでしょうか。Every day we are making up something new. I don't need a thing now, as long as I have you. Oh, the look in your eyes got me feeling alive, the good life. Oh, the touch of your skin, we can only win. Yeah, that's right. We can live forever, you and I. Keep on driving till the sunrise. We're gonna be alright, just right. I know that we can make it, reach out and take it. We're gonna be alright. いや本当にね、小上島、今まで行った島の中でもね、本当に特別な、なんか独特な雰囲気を持った島でした。僕がね、次に来るとき、まだ存続、いや、さらに発展していることを祈って、今回のね、小上島の旅を終わりたいと思います。本当にまた一つ学びの多かった島だと思います。日本の離島、本当に様々ありますね。一つ一つ頑張って死ぬまで日本の離島を制覇したいと思います。あっという間に到着ですね。いかがでしたでしょうか。1時間で観光できる島なので取れ高不安だったのですが、イベント満載で一生の思い出になりました。まさに今のうちに行ってほしい神の島、ぜひ皆様も行ってみてください。このような動画をもっと出してほしいと思ったら皆様のいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対に言えない旅の裏話や近況報告などさせていただいております。メンバーも続々増えておりますので皆様の参加お待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。対戦したいなって言ったらもう一本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。